こんにちは、ゆうかです。今日は立春のお話をしていこうと思います。2月4日の立春ですね。2026年になって、1月から今2月4日まで来ましたけど、2月4日っていうのが実は1年でエネルギーが変わっていくポイントって言われてますよね。それで私もYouTube 今日撮るつもりもなかったっていうか、撮りたいけどすごくやっぱり現実的に忙しくて、だからなかなかね、2月2日に満月出して2月4日にこの立春取るっていうのがなかなかできるかなって感じだったんだけど、やっぱりすごいエネルギーが変わるポイントでもあるし、開かれていく瞬間なので、もう本当に完璧主義は捨ててちょっと軽く取ろうかなと思って今日は取ろうとしています。そしてですね、立春っていうことで、もう最近お友達とかとも話すんだけど、本当にちょっともう次元が変わってきたっていうとちょっと大げさかもしれないけど、でも今までの家族関係とか自分の古いパターンとかが本当に切り替わってきて、そして私たち自身っていうんですかね、be yourself みたいな、もうあなた自身、私たち自身みたいな感じで、そういうエネルギーになってきたかなって思ってます。そしてその12月20日、去年ですね、2025年の12月20日にその女性性が立ち上がりますよみたいなお話をさせていただいたんですけど、このお話って私の中ではすごい重要な話だったんだけど、なかなかなんて言うんだろうな、私が本当に何を言ってるのかってことに対して消化するのにはきっと時間もかかるし、理解するのにもちょっと難しいって言ったらなんなんですけど、体感をするのにその時間かかることだと思うので、何回もちょっと挟んで繰り返していきたいなって思うんですけど、今回の立春もちょっと同じような話が繰り返されてしまう場合もあるんだけれども、そのフェミニティ、女性性が立ち上がるっていうのってどういうことなのかっていうと、女性性っていうとちょっと受け身とか需要とかもらえるっていうのかな、そういう風に思う。確かにそうなんですよね。そうなんだけど、ちょっとそれだけではちょっと説明が足りないと思ってる部分があって、そしてその女性性っていうのはやっぱりすごく大きなものを信じているっていうエネルギーでもあるんですよ。宇宙を信じているとか、その聖なる父、男性性を信じて明け渡していくとか、そういうエネルギーでもあって、それで私たちの自分の中のコアな創造性とかクリエイティビティってすごく本当は形がないような炎みたいなものっていうのかな、すごく自由で、そのこうっていうふうには定義できなかったりするものだったりするんですね。はい、そして、今回は1ハウスにたくさん星が入っているような状態の立春であるっていうことで、すごく強烈な私が立ち上がるっていうことなんですね。で、5点体集中で、これってかなりレアですごく強い状態かなと思うんですけれども、本当に今年は自分はこう生きるとか、すごくなんて言うんだろうな、子として前に出るとか、そういうエネルギーの日でもある
とは思うんですね。そしてそのさっき言ったその女性性っていうのがあった時に、私こうして生きるっていうふうに決まったけれども、その女性性っていうのは、宇宙を信頼しているわけだから、自分が形作ったものに対して結果を期待してないっていうか、ある意味宇宙にお任せみたいな部分があるわけなんですね。ただその月が8ハウス乙女座っていうところで、やっぱりすごくなんていうのか怖いって思う部分も出てくる、恐れも出てくる。やっぱりさ、今まで私たちってさ、見えるものをすごく信じてきてたじゃないですか。なんか貯金があるとか家があるとか、なんだろうな、この仕事についてるから自分はもう安心なんだとか、そういう外側のものを信じてきてたじゃないですか。だけどなんかこうエネルギーとしてはもう自分の深いものを信じなさいみたいになってて、で結構その外側で信じてたものとかがいきなりこう崩れるっていうか、例えばなんだろう、恋人に依存していたけれども実は振られちゃうとか、なんかその会社に自分に誇りを持ってたけどいきなりクビになっちゃうとか、なんかこうなんて言うんだろうな、そこじゃなくて自分のコアなエネルギーを信頼しろっていう感じの流れっていうのもすごく出てくるかなって思うんですよね。でだからすごくこうそういう意味ではちょっと怖いって思うかなって思う部分があるんだけれども、だけどこうどんどんこう自分に帰っていって、自分のやりたいことをやっぱりやっていこうよっていう風になっていくと思うんですね。そして、木星が、蟹座にあって逆行しているっていう状態で、立春ってすごく1年間こう影響が出る始まりなんだよねっていうような図と言われていて、で自分に戻るんだけど、もうぐいぐいそれでバーンってやってこうっていうよりは、ちょっと丁寧にこう身近な人のケアをしたりだとか、その身近な人に理解してもらえるようにだとか、その小さなグループから信頼関係を築き上げていくだとか、そういう感じかなと思うんですね。そして今まで今回私が言ってる話って簡単なようでいて、やっぱりちょっとね難しい話だとも思うんですよ。そしてその完全に自分のセンターが分かったってなった時に、その2ハウスに土星と海王星があって、それで自分のこう思いっていうのにどういうことが自分の思いなのかっていうのが分かって、しかもそれに結果に執着せずに丁寧にやっていこうっていうのが、ある意味マスターできてる人っていうのかなっていうのは、なんかもうそこからこう現実が走り始めてくるっていうか、すごくこうこういうことがやりたかったんだよね、でこういう形でやりたかったんだよねとか、あと例えばお金をそれでいただくとか、ちょっと作っていこうっていうのがあった時に、もうきちんとそこまで整理できてる方にしては、もうこの立春はスタートですよね。本当にこう車輪がどんどん回り始めるっていうような状態だと思うんだけれども、まだちょっとそこまでの意識じゃなくて、ちょっとまだ整理したいなっていう感じだと、先ほどのちょっと怖いなって思ったり、やっぱり自分の価値って何なんだろうって、やっぱりさ、自分に価値があるっていうことって本当に私教わってこなかったと思っていて、でこれってもうおそらく社会問題なんじゃないかなって思うぐらい、なんか教わらなくなかったですか。
ね、結構若い世代の方はね、お母さんやお父さんから教わってるかなって思うんですけど、なんか私たち世代だともう全然そんないいっていうのを教わってなかったんで、だからもう本当に自分には価値があってっていうところも知らないといけないし、そこからこう始めていく必要性ってあると思うんですね。はい、そんなわけでですね、立春っていうのがまたこう2026年力強い形で始まったんですけれども、今回はちょっと満月の次に出したっていう感じでちょっと直感的に喋ってる部分があるんで、ちょっとまとまりがなかったかもしれないんですけれども、次回は2月17日の新月ですね。新月に配信しようと思っています。では、ゆうかでした。ゆうかでした。ありがとうございます。